こんにちは。お元気ですか？今日は5月の9日の土曜日ですね。今日は全国的にお天気も良いみたいで、気持ちの良い週末ですね。ここ数日、結構気温も暖かくってね、半袖で過ごしたりする日もあったりとかして、だから急に暖かくなって、でも夕方になるとちょっと肌寒くなってとかでね、日によっては腹巻きしたりとかしなかったりとかね、着る服でも温度調節してるような感じですね。今みたいにね、急に暖かくなると服装がね軽くなるので、寝る時とかね、お腹冷やして寝冷えしたりしないようにとかね、こう腹巻きはちゃんとしてたりとかしますね。ここ最近ちょっと私欲しい本があって、それ買いたいなと思ったんですけれども、その本がですね3000円近くして2900何十円とかね、それくらいの値段がするんですよ。だからちょっと買う前にちょっとパラ見したいなと思って、図書館とかにないかなと思って、いつも行ってる図書館をね、ネットで在庫っていうのかな、なんかこの蔵書っていうの、なんていうの、図書館の本を検索してあるかどうか確認したらなくって、じゃあちょっと本屋に行こうかなと思って、本屋に行ってちょっとパラ見してそのまま買っちゃってもいいかもななんて思って、この前本屋に行ったんですよ。うちからね徒歩圏内で行ける本屋があって、だいたい歩いて20分くらいなんですけれども、お天気も結構良かったんでね、散歩がてらとことか歩いてって、でその本屋に行って一通り探したんですけれども、その本が置いてなくてですね、もちろん店員さんにも聞いたんですけれども、やっぱ置いてなくて、だからね、結構大型書店とかじゃないと置いてないかもなーっていうふうに思いました。作者の方とかはね、全然有名な方ではあるんですけれども、そんなにね、その分類的にメジャーな内容でもなかったからなのかな。だからね、ちょっと残念と思って、やっぱり3000円くらいする本だとね、ちょっと中身をパラパラと読んでから買いたいなっていうのがあるんですよね。で、アマゾンとかでもね、ちょっと中身が読めるようになってるじゃないですか、数ページ。それを見たんですけども、でももうちょっと読みたいなと思って。そうそう。でもね、本とかだったらね、ある程度、本とかだったらお金をかけてもいいんじゃないかなって私はね、もともと思ってるタイプなんですね。洋服の失敗とかだとね、あっという間に1万円とか全然着ない服買っちゃったりするじゃないですか。で、なんだったら2900円のシャツとか買ったとして、安物のシャツ買ったなみたいな感じで、それを全然普通に普段から着てたとしても、あの無駄遣いしたとか思わないじゃないですか。お洋服だったら2900円って超安物なのに、本だと高い、どうしよう、買おうかな、悩むなとかしちゃうじゃないですか。でその2900円の安物のシャツとかって結構見た目が安っぽいから結局そんなに着なかったりとかね、するじゃないですか。そういうのを考えると、ある程度ね、2900何十円の本とかだったら大外れとか絶対にないんですよね。ちょっと読むのが大変だったなとか、そういうのはあるかもしれないけど、自分が知らないことが知れるのは間違いないし、ここで悩んでとは思うんですけど、もうちょっと悩もうかなと思います。あともう一つすぐパッと買えない理由としては、最近ね、ちょっと活字本とかがね、ちょっと読まない習慣ってほどじゃないんですけども、読むこの忍耐力がね、昔より薄れてて、どうしてもなんかお家にいる時の娯楽とかだとね、 YouTube 見たりとか漫画読んだりとか、パッと見て5秒で楽しいとかね、5秒で内容がわかるとかね、そういうものについつい流れちゃうんですよね。そうそう。
まあ気分転換とかは逆にね、そういうの方がいいですよね。あんまり脳みそ使わずに、ちょっと仕事の合間に、あー疲れた、気分転換したいって時におやつ食べながら、ちょっと YouTube とかの、ちょっとこう、すぐ見てすぐ面白いみたいなね。そういうの見るとか、あとは漫画とかを何話か読んで、あ、面白かったってするのとかはちょうどいいんですけども、やっぱり本とかだとね、こう、なんか、完全受け身で情報入ってきて面白いって感じじゃないじゃないですか。一応活字を読んでそれを理解して、このなんかこう状況とかそういうのも自分の頭で本を踏むっつう風に理解して、それでこうだんだんそれが分かってくると、それに集中してそのストーリーの中に入っていって、こう没頭するとすごく面白いと。で逆に没頭できたら、その辺の簡単に楽しめる娯楽よりもずっと面白かったりとかはするんですけれども、まあもちろん内容にもよりますけどもね、内容とか私の好みとかねにもよりますけれども、だから最近ねちょっと本離れしちゃって、私もなんか本を読む忍耐力というより持久力みたいな感じかな。なんかそういうのがねちょっと薄れてきちゃってるんで、今ね3000円くらいの本買ってもちょっとすぐこう飽きちゃうっていうかね、その面白さまで集中できないかもみたいなねそういうのもあって、だからある意味ね、今回本屋さんですぐ買えなかったけれども、買う前に一回ちょっと最近ちょっと習慣から離れてた本をいくつか読んで活字に慣れたところで Amazon でポチろうかなってちょっと思いました。それでね、本屋さんに行った帰りに、帰り道に図書館もあったんで、その図書館でねちょっとあれ読みたいなって思ってたのを借りて、そう帰ってきたんで、なのでねちょっとここ1週間くらいはちょっとその借りてきた本と、あと実は買ったけれどもまだ何割かくらいしか読んでないっていう本がね2冊くらいあったんでそうそう、だからそれもちゃんときっちり読んで、なんて言うんだろう、ちょっと本に読み慣れたところ読む感覚が戻ってきたところ、その3000円くらいの本をポチろうかなっていうふうに思いましたね。そうそう、そんな感じで最近はねちょっと本離れがしているかなっていうのと、別にね本あんま読んでなかったから別に悪いってことはないんですけれども、ちょっとね私もね頭が少し最近バカになってきたかもっていうふうに思ってて、まあ頭がバカっていうよりも、なんだろう、この言語ですね。こう今みたいに喋ってる時とかでも語彙が少なくなったというか、こう自分がイメージしてる内容を言葉で表現できないというかね、ちょうどいいこう単語とかがね頭の引き出しから出てこないというかね、あれ昔こういう時なんかこういう風に言い回しがあったような気がして、昔だったら喋れたけれども今はなんかうまく喋れねえなみたいなそうそう、なんかねこの言語に変換するその言語のこのしまってあるものが錆びついてるっていうかそうそう、だからねちょっとね、そういう意味で少しバカになったなその分野がみたいなのもあって、少し活字を入れたいなっていうような気もしましたね。まあそんな感じでちょっと読書をしようかななんて思ったりとかしてます。まあ気分転換とかね、仕事の合間の気分転換を YouTube とか漫画とかにこう頼らずというかね、読書したいなっていう気がしました。そういえば私今年の初めぐらいかな月に5000か5000円くらいは本を買って読むっていうのを、まあ自己投資として続けてもいいかなみたいなことを言ってたくせにそれ全くやってないですね。本を読んでないっていうのもあるし、あとはなんか自分がねこう生活の中でねこう一番メインで
やりたい、やらなきゃと思っているお仕事、収入という部分でね、迷走しまくってて、なんかね、余裕がないんですよね。そうそう、余裕がなくてそういうことができないっていう、まあね、気持ちの余裕もあるし、稼ぎが全然今、すごいしょぼい稼ぎになっちゃってるので、お金を、多分出すのに少し、こう、なんていうか不安というかね、そういうのがあるというか、なんか、それもあるのかもしれないですね。うん。あとは、毎月5000円なんか本を買うっていう、全然難しい本とかじゃなくて、面白い小説とかね、そういう娯楽本で全然いいんですけれども、あの、まあいいや、その毎月5000円くらい本を買うっていう風にするのもいいかなって思ったと同時に、もう一歩思ってたのが、5000円毎月、こう、払うのであれば、なんか、こう、AI の有料プランとかに5000円くらい毎月払って、そっちをこういろいろいじるのもいいなってちょっと思ってたんですよ。まあ、いわゆるチャット GPT とかね、ジェミニとかクロードとかね、そういう、すごく専門的なのじゃなくて、いわゆるメジャーなやつとかをちょっといじる。まあ、そんな別にね、AI スキルをとか全然思ってないんですけれども、なんて言うんだろう、一般的な常識的な部分は知っておきたいなっていうのはやっぱあるんで、そういう感じで、毎月、AI のなんかの有料プランに毎月課金するっていう方法もありかななんて思ったりしてたんですよね。本で5000円もいいし、AI の方で5000円かからず3000円、4000円くらいとかくらいの課金かな。よくあるのは。そういうのもいいかなと思ってたんですけれども、なんやかんやで何もできず、何もしてないまま、もう5月になってしまったっていう感じなので、そうそう、なんかね、それもちょっと良くないなっていうふうに思いましたね。こんなことしてるうちにね、2026年もう5ヶ月目突入なわけですよ。私、2026年の頭から2026年の最後12月まで何にも自分というものがアップデートできてないまま同じトコさんのまま1月1日のトコさんと12月31日のトコさんは何も成長というかね、レベルアップもしてないままただただ飯食って寝て1年間年を取りましたっていうだけで終わってんじゃねえかなと思って、ちょっとそれってどうなのと思いましたね。ある程度ちょっとお金をかけてでも少しちょっと何かしらスキルアップとかじゃないんですよ。何かしらちょっとなんかね、なんか変化しとかないとなっていうか、しとかないと自分が気持ち悪いしっていうのもあるんですよね。少しでも違う自分になっときたいっていうかね。やっぱ人間、同じ人間でも、やっぱり1年会わなかったら多少違う人間になってるわけで、そういうふうにね、ある程度、場合によっては悪い変化も含めてですけれども、ちょっと変化しときたいなっていう気持ちはありますね。うん。そんな感じで、2週間後ぐらいにはその3000円の本がポチれるといいなと思いましたね。そうそう。そんなことを考えて。あと最近はね、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、在宅ワーカーの私には関係ないんですけども、世の中のゴールデンウィークというものが終わって、人によってはね、有給とか使って、今週の土日とかもまだゴールデンウィークっていう人もいるかもしれないですけれども、そのゴールデンウィーク中にですね、特に何もしてなかったといえば何もしてなかったですけども、久々に私的にはちょっとイベント、人と話すというイベントがありました。ズームでね、お家で引きこもってですけれども、ごくたまにズームで友達とね、話すんですけれども、で、なんとなくよく
なんていうか、別になんだろうな、ズームで話す多分ね、一回なんとなくズームでやったから習慣的にたまに話すっていう感じになっただけだと思うんですけれども、その前、その引っ越してくる前にね、東京に住んでた時の友達なんですけれども、なので相手の、女性なので相手の彼女も今東京に住んでるわけなんですけども、でなんとなくズームでまた飲み会しないみたいなことLINE でね言ってくれたんで、ゴールデンウィークも特に結構暇だからズームで飲み会しようみたいな感じでね、で久々にね友達と画面上で会って喋りましたね。飲み会って言ってもね、適当になんかご飯食ったりお菓子食ったりして適当に取り留めのない話をするだけなんですけど、それがね2時間弱ぐらいかな、話したんですけどね。その時ね、私もビールを1本飲んだんですよ。で、普段なんかもうね、最近は私お酒とかあんま飲まないんですけど、夏は缶ビールを飲むくらいなんですけどもね、久々にビール飲んだらね、すっごい美味しかったですね。今年2本目のビールだななんて思ったりとかしました。なんか本当に最近は全然飲まないんで。でもね、やっぱりビールとかもね、どんどん新しいやつ出るじゃないですか。その同じメーカーの中でも、サントリーとかアサヒとかキリンとかね、札幌とかね、結構新しいのをそのシーズンごとだかなんかに出すじゃないですか。でそういうのがすごい楽しいなと思うんですけども、今回買ったビールはキリンのオレンジのやつなんだっけ、その辺に缶が捨てずにあったと思うんですけど、あったキリンのねオレンジのやつのキリングッドエールリッチ&フルーティーっていうやつなんですけども、これね美味しかったですね。その名前の通りちょっとフルーティーな感じもして飲みやすいし、一口目とかね、久々のビールだ、めっちゃうまいなと思いました。で友達とね喋りながらビール飲んでるともうあっという間に飲んじゃうんですよね。で人と飲むとビール何本もいけちゃいませんか？なんか飲み会の席とかでもそうなんですけども、気がついたらビール5杯目とかさ、普通に行ってますよね。なんかでもお家で夜とかね、一人でビール飲む時とかって結構ビール1本でもういいやっていう気分になるんですよね。だからどうでもいい素朴な疑問なんですけど、人と飲んでるとその人のがいて楽しいなっていう雰囲気でグビグビどんどん飲めちゃうのか、もしくはこういう風に喋ってるとただただ飲んでるんじゃなくて口から言葉を発して会話をしてるとそこでカロリー使っているっていうのと同時に喋ってることによって口から呼気が出てるじゃないですか。それによってある程度このビールとかだったらこの炭酸ガスとかがうまい具合に外に出たりとか、その体の循環がいい具合に行ったりとかしてどんどん飲めちゃうのかなみたいな。喋ってることによってなんかどんどんグイグイいけちゃうのかなとか、どうでもいいことを考えたりとかしましたね。本当にどうでもいいんですけど、最近天気もいいんだね。またスーパーに行ったらビール売り場に行ってまた飲んだことないビールを買ってきて夜一人で飲もうかななんて思ったりしますね。昼間にね天気いい日に飲むのもいいかなって思うんですけど、あとは今度ちょっと近くの公園とかにこっそりビール持ってって座りながら一人でね風に吹かれてビール飲もうかななんて思ったりとかしました。一応ねビール一人で飲んでると若干最近のご時世だとね
ちょっとなんか人目が気になるっていうのもあるので、たまに人が通った時にね、このペットボトルのジュースとかをこう入れるカバーってあるじゃないですか。冷たいものがぬるくならないようにこう入れるやつ。まあ私はねニット素材の伸び伸びのやつ持ってるんですけれども、まあそれをね缶とかにも使うこともできるので、それでねこうカバーして缶ビールをそれに入れてこう飲んでるとちょうどいいかなって思いました。まああとはちょっとなんだ冷たいやつを冷たいままにしておける魔法瓶的なこうカップみたいなのがあるので、缶ビールを入れるビールに限らないんですけどなんかそれに入れて飲むのもいいかななんて思ったりとかして、今度は一人でそういう公園みたいなとこに行ってね、あんま人が来ない公園みたいなとこに行ってビール飲むのもいいかななんて思ったりしましたね。まあ、これもね真夏でめっちゃ暑くなるとなかなかできなくなるし、でも梅雨に入るとそれもできないから、そう考えるとやるなら5月中って感じですね。お外で一人でビール一人遊びまあそんなことを思いました。あと最近ちょっと思ったのは、私ご飯を食べるときに基本的にはご飯はね玄米を主食にしてるんですね。でもたまに気分転換で白米を食べたりするんですけれども、だからちょっとたまには白米食べよっかなと思ってスーパーで2キロのやつを買ってきたんですよ。本当は1キロでいいんですけれども、なかなか1キロで売ってないんで2キロの白米を買ってきて、それで久々に白米炊いて食べたら、まあ、白米うまいなって思いながら食べたんですけれども、パクパク食べれちゃうんですよね、白米って。本当に白米ってあんま食べてこうお腹にたまらないってわけじゃないんだけど、おかわりとか余裕でパクパクできちゃうっていうか、なんか食後のデザートに白米食っちゃうみたいなね、そういうノリで白米やばいなと思いましたね。なんかよくちょっと前からなんとかだからカロリーゼロっていうこの言い方が流行ったじゃないですか。最初言い出したのはサンドイッチマンだったかな。でもなんかその言い回しが市民権を得るぐらい結構普通にみんな言うようになったじゃないですか。もうこれふわふわだからカロリーゼロとかね、白いからカロリーゼロとかね、なんかねほんとそういう感じ。もう白米食ったらこれ白いからカロリーゼロっていうぐらいもう無限に腹にパクパク食えちゃってやばいなと思いました。2合炊いたやつ余裕で一気に食えちゃうんじゃないかと思ってちょっと怖くなりましたねそうそう、まあただ白米美味しいなって思いましたね。だからたまに白米食べようって思ったけれども、まあそれで思ったのはやっぱり玄米を主食にしてる自分としては、まあ栄養のこととかね、そういうバランスとかを考えて玄米食べてるんですけれども、単純にね玄米を食べてることがパクパク食べれちゃう白米に比べてその米の食べ過ぎ防止にはなってたんだなっていうのはね実感しましたね。そうそう、まあ白米だとね消化もいいでしょうしね、そっちの方が。でまあ血糖値もバーンって上がっちゃうっていうのもあるので、まあ美味しいけれども、まあ、やっぱり五分好きとかがもしかしたらいいかもね。でも白米たまに食べるとね、白米には白米のうまさっていうのがあるので、そうそういいなって思いました。まあだからね玄米の方がいいよって言ってるわけじゃなくて、やっぱり白米には白米の良さがあるし、まあ他のおかずとかでバランスよく食べればいいし、まああと消化にいいっていうのもありますよね、玄米とかに比べるとね。まあどっちかっていうと玄米の方が消化が悪いって言ったらあれですけど、しっかり噛んで食べないとっていうのはありますよね。あとあれがありますよね、玄米って何でしたっけ、フィチン酸とかが含まれているので、確かそれがミネラル系の吸収を妨げるとかね、そういうのがあるんですよね。なんだったっけな、亜鉛とかなんか
なんだっけ、鉄、亜鉛とかマグネシウムもだったかな。とにかくね、ミネラル系の吸収をちょっと妨げるフェチン酸とかが含まれているので、あんまり玄米とかをバクバク食いすぎるっていうのも、玄米でも全然平気な体質とか生活習慣とかいつもこういうの食べてるとかね、そういうのにもよって全然それが OK じゃないっていうのは違ってくると思うので、玄米が悪いとも良いとも言ってないっていう話ですね。それぞれ人に合ったその人にとって良い食事を選べばいいし、そうね、だからちょっと貧血気味の人とかはね、玄米食べない方がいいかもしれないですね。玄米というか、私もね、貧血気味の時も玄米食べてたんですけども、ただ 100% の玄米じゃなくて、ちょっと五分好きとかね、少しこう、なんていうの、玄米部分を半分にしてとかね、そういう感じで食べたりとかはしてましたね。うん。そんな感じで白米も美味しいよねっていう、たまに食べると美味しいし、うん、そんなことを思いました。ということで、それではまた。